こんにちは、今日は富士フィルムの各レンズの手ブレ補正機能の強さについて紹介していこうと思います。はい、前回ね H2 の手ブレ補正機能について紹介をしたんですけど、前回の動画でも話したんですけど、富士フィルムの手ブレ補正機能って、つけるレンズによってその強さが変わってくるんですね。例えば、この H2 は手ブレ補正機能が新しく7段に変わったんですけど、このカメラを使ってもね7段にならないレンズもいっぱいあるっていうことです。もっとはっきり言っちゃうと、ズームレンズに限って言えば、7段の効果が発揮できるレンズは1本しかないです。確か1855だったかな。で、これはこの H2 だけの話じゃなくて、H2S とかあとこの間出た XT5 とかね、全部一緒で、カメラ本体に手ブレ補正機能がついている機種は全部共通の話です。なので、今日は各レンズの手ブレ補正の強さが一体いくつになるのかっていうのを紹介していこうと思います。で、最初に機能の仕組みをちゃんと理解できてないと、話が混乱しちゃうと思うので、簡単に説明をしておきます。富士フィルムのレンズって、大きく分けて2種類に分かれるんですけど、要するにさっき言ったのはカメラ本体の手ブレ補正機能の話なんですけど、それとは別にレンズ自体にもね手ブレ補正の機能がついてるレンズもあって、だから簡単に言うとこういうことで、この OIS っていうのがレンズ自体の手ブレ補正のことです。で、ちょっと例外のレンズもあるんですけど、例えばカメラ本体が H2 だとしたら OIS なしのレンズをつけた時は、そのまま7段の効果になります。全部じゃないですよ。さっき言った通り、例外のレンズも多少あるんですけど、まあ大体この理解で間違いはないです。で、それとは別にレンズ自体に OIS ありの場合には、手ブレ補正の効果が5とか6とかあと 6.5 段とかね、ほとんど7段にはならないっていうことです。で、これをちゃんと理解できてないと、自分が使ってるカメラがどういう状態かっていうのをわからないで使っちゃってるってことになるので、何でもそうだと思うんですけど、自分が使う道具くらいはね、ちゃんと理解して使っていないと、それはいつまでたってもうまくなれないと思うので、なので、これから各レンズをそれぞれのカメラにつけた時の手ブレ補正の効果を紹介していくので、皆さん自分が使っているレンズというかカメラとレンズがどういう状態なのかを知りたい人はこの先も見てください。で、もうそんなの知ってるよって人とか、別に知りたくないよっていう人はこの先は別に見なくてもいいです。はい、じゃあね、最初は OIS なしから見ていきます。で、OIS なしってもうね、ほとんどが単焦点のレンズです。ズームは2本だけだったかな、確か。で、これは別に知らなくてもいい話なんですけど、要するに OIS って手ブレ補正の機能なわけだから、それを搭載しようと思ったらそれだけスペースが必要ってことで、スペースが必要ってことはその分レンズ自体がね大きくなっちゃう。なので単焦点ってレンズが小さいから、そのスペースがないからつけてないよっていうそういう話です。で、OIS ありがこれで、要するにほとんどがズームレンズです。さっき言ったようにズームレンズはレンズ自体が、単焦点と比べて大きいから、
その分 OIS を搭載できるスペースがありますよっていう話で、だから、XF の80とか200も、レンズ自体がそこそこ大きいので、単焦点でも OIS がついてる、そういうことです。はい、以上がね、各レンズの手ブレ補正機能の強さの紹介でした。ありがとうございました。さようなら。